皆さんこんにちは、アミディ先生です。今日の動画はプロクリエイトの使い方なんですけれども、プロクリエイトブラシを新しくリリースしまして、そのプロクリエイトブラシの使い方の解説動画になります。なのでこのプロクリエイトブラシを買ってくださった方向けにはなるんですけれども、絵の描き方だったりとか、あと色の塗り方などもたくさん紹介していますので、興味ある方はぜひ最後まで見ていってください。今回のプロクリエイトブラシはアミティマーカーインクブラシセットっていう名前で、こういうちょっとレトロなコミックアートみたいなキャラクターが可愛く描けるようなブラシになっています。こういうスケッチブック、茶色のスケッチブックにインクペンでこう縁取って、でその後こうマーカーペンだったりとか、あとコミックペンで色を塗ったりする技法があるんですけど、そういうのがですね、もう忠実に再現できるブラシセットになります。こういうちょっとね、アナログ感というか、もうデジタルだとすごい綺麗に塗ってしまいがちなんですけれども、少しこういうね、ブラシ感、リアル感、アナログ感があるのが私はすごいおすすめなんですけれども、めちゃくちゃ使えますので、ぜひ使ってみてください。で、このブラシはですね、クラウドファンディングのページ、もしくは私の EC サイトで買えるようになってますので、概要欄の方をチェックしてください。で、クラウドファンディングで買った方が安く買えるので、ぜひそっちの方がいいかなと思います。私もそっちで買ってもらった方が嬉しいので、ぜひそっち見てください。で、このクラウドファンディングは1月の頭まで、2024年1月の頭までなので、早めにチェックをお願いします。で、どんな感じのが描けるかっていうと、こういうね、ワンちゃんのイラストだったら、こういうちょっとマーカーみたいな、こう線が入ってたりとか、こうインクペンですね、ちょっとザラッとしたこういうテクスチャーのあるインクペンで、アウトラインを描いていきます。はい、線だけだとこういうちょっとレトロないい感じのね、ラインを出すことができます。はい。で、まず最初にこういう下書きのイラストを描いてください。私は HB とか鉛筆 6B のブラシでこういう下書きですね、ピンクで描いたりするんですけど、まずこれで好きなキャラクターを描いてください。で、ここにですね、紙のテクスチャーを入れていきます。で、このブラシセットをダウンロードしてもらったら、紙のテクスチャーがね、こういうのがセットの中に入ってますので、この中から好きなのを選んでください。ちょっと今回このスクエアのやつですね、正方形のやつを入れていきます。で、これ一番下に持っていきましょう。で、これロックしておいてください。で、今回はちょっとこの子を描いていくので薄くします。で、新しいレイヤーを乗っけてここに描いていきます。で、今回のこのアミティマーカーインクブラシですね、インポートするとここに出てくるんですけど、上の、1、2、3、4、5、6個。6個はですね、黒い線のために作ったブラシです。で、下の4つ、これは色塗りのために作ったマーカーブラシだったりとか、色鉛筆のブラシになります。で、この上の方のやつがね、結構おすすめなんですけど、水っぽいのもあったりとか、これだとかなりザラザラの、こういうのいいですよね、こういうの。はい。あとは 2C ブラシだとちょっと太い感じかな。普通のクリーンな綺麗な線を描くものもあります。あとはこうもっとザラザラとか、はい、こういうじゅわっとしたものもあったりします。で、今回はハードインカーでアウトラインを作っていきます。見えますかね。結構ズームしてもらってもいいので書くんですけど、ギュッてやるだけでこういうザラザラな感じが出るので、もうこれで一気にいきます。で、こう影になってる部分、この場合だと下ですね。下はこう太く入れてあげると結構いい感じになります。一筆書きの方がいいです。ここも一気にこうちょっと太いところがあったり細いところがあったりするのが結構いいですね。こう全部同じ太さよりかはちょっと細いところと太いところが混じってる感じの方が面白くなります。ちょっとこういう目とか細かいところは別のブラシとかの方がいいかも。クリーンインカーとかの方が目とかは綺麗に描けるかもしれないですね。で、この 2C インカー、これはもうちょっとザラザラな感じが出てくるので、ちょっとこの辺のディテールというか、こうかすれ具合みたいなのを出す時にめっちゃいいかも。こうちょっと二重線っぽく描いてもいいかもですね。はい、いけました。こんな感じです。
でこっから、色を塗っていきたいと思います。新しいレイヤープラスで追加して、でこれを下にギュッと持っていきます。一番上がアウトライン、下が色ですね。で、この状態でブラシはアミティインカーを取ってください。これがめちゃくちゃおすすめでございます。じゃあちょっと鼻と耳のところから描いていきます。でこれはですね、こんな感じでマーカーっぽい感じです。コピックペンとかとも言われたりしますね。こういう感じですごい透け感のある、で重ねるとこう色がこう濃くなっていくタイプのやつなんですけども、これで色を塗っていきます。このストロークをですね、こう同じ方向に、ブラシを同じ方向になぞっていくって感じです。でこれ今ベースみたいな感じかな。後からちょっともっと重ねていくんですけど、結構太めのブラシでこう一気にやった方が手書き感みたいなのが出るので、こう一気にいっちゃった方がいいですね。でちょっと色を変えたりとかして、じゃあ紫重ねてみましょうみたいな感じで、こう色を重ねていくとちょっと深みが出ます。じゃあ体の部分塗っていきます。新しいレイヤー追加します。今これ青のやつですね。次このボディのオレンジは違うレイヤーに分けて塗っていきます。これも同じ。あんまり綺麗に塗りすぎない。もうざっくりいっちゃいます。太めのブラシで一気にいきましょう。でこう色を重ねるとちょっとこういうね、こういう色が出てきたりするので、重ねると面白いですね。で重ねる時に同じ色で重ねるんじゃなくて、ちょっとこう色を変えるんですね。赤に振ったりとか、黄色に振ったりすると面白い、色が出てきます。はい、こんな感じでございます。どうでしょうか。もうこれだけでも結構いい感じのね、質感出てると思うんですけど、こっからさらにちょっと色鉛筆で上からこう重ね付けしたみたいな感じにしていきます。これ青とオレンジのレイヤーがあると思うんですけど、それの上に各1個レイヤーをこう付け加えてください。青の上に1個、オレンジの上に1個レイヤーを付け加えてください。カラードペンシルもしくはソフトペンシル、この2つを使って、テクスチャーを付け加えていきます。ちょっとオイル色鉛筆みたいな感じかな。例えばちょっと明るい色ですね。青じゃない明るい色、黄色とか薄紫とかでもいいんですけど、例えばじゃあ黄色とかでここにさっさっさとこういうテクスチャーを加えていく。そうするとこのザラザラ感がよりいい感じの質感になるんですね。伝わるかなこの感じ。ちょっとだけ入れるとね、全然違うんですよね。こんな感じかな。ビフォーでアフター、ビフォーでアフター、ビフォーアフター、こうテクスチャーがこう乗っかってちょっと厚みが出た感じ。でも後ろ側にはマーカーがあるのがなんとなくわかるぐらいな感じかな。でハイライトとかもう濃いシャドウとかそういうのは最後のこのソフトペンシルですね。でここでこうキュッ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 って書いたりとか。こうザラザラを加えていくっていう感覚に近いのかな。そうするとリアルに鉛筆で描いたような感じになる。ほい、OK、こんな感じかなと思います。ちょっとビフォーアフター。これが最初、何もなし。これでも全然いいですね。で、ちょっとこういう光とか影を少し入れるとザラザラ感が出て、わかりますか？このこの感じなんです。これがとても重要。これで色塗りのところが終わりになります。で最後に周りに白色つけて、で周りにもちょっとマーカー入れるっていうのをやっていきたいと思います。一番下のところにレイヤーを入れてください。でブラシがボールドインカーっていうのがあるので、これ取って白色取ります。白色でここの周りをこう普通にシュッシュッシュッと硬いペンのような感じでこうなぞっていく。結構これやる人多いんですけど、これを入れるとなんかいい感じになります。これもなんか綺麗に描きすぎない。こうざっくりいっちゃう。よいしょよいしょ。はい、こんな感じ。こうするとね、ちょっとステッカーっぽくなります。わかるかな？はい、こんな感じでちょっとステッカーっぽくなったので、さらにこの周りに、マーカーを入れていきます。一番下レイヤー出してアミティマーカーもう一回使っていきます。ラウンドマーカーでもどっちでもいいです。
で色取って最後調整していきます。これもこんな感じで、あんまり綺麗に描かずに、ほい、こんな感じかな。ちょっと色の濃淡があってもそれが味です。でもうちょっと濃くしたいなと思ったら、これ複製するんですね。複製っていうのがあるから、こうするとちょっと色が濃くなったりするので、これで調整して完成になります。はい、いい感じですね。はい、こんな感じで完成でございます。一番最初このペンだったでしょ。でこれでベースの色をつけて、で色鉛筆足していって白をつけて、周りにマーカーです。この技法をやるとめちゃくちゃ可愛くなるので、どんなキャラクターも素敵な感じに、レトロでおしゃれな感じになると思いますので、ぜひこのやり方で試してみてください。はい、ということで今日のチュートリアルはこんな感じになります。概要欄のところにですね、このブラシが買えるリンク載っけておきますので、クラファンのページもしくは私の EC サイトですね、どっちでもいけます。で、クラファンの方が安く買えますので、ぜひそっちの方をね、見てもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。